うしましょう。一体なんだ？最近マイクラにアップデが来たんですけどね、なんと落ち葉が追加されるんですよ。落ち葉、あの落ち葉ですか？そうそうあの落ち葉よ。これで焼き芋が作れるじゃないですか。落ち葉で最初に思い浮かぶのが焼き芋なのか。逆にそれ以外思い浮かばなくないですか？別にそんなことないけど、落ち葉といえばダンゴムシが思い浮かぶぜ。この2つなら焼き芋の方がいいわね。実際にマイクラで焼き芋が作れるみたいですし。それで、その落ち葉がどうしたんだ？いや落ち葉が追加されたから木から葉っぱが落ちるようになったんですけど、なぜか針葉樹から広葉樹の葉っぱが落ちてるのが変なんですよね。確かに変だけどどうでもよすぎる。広葉樹が落ちるなんてお得ですね。ということで改めましてこんにちは。現在は山を登ってポツンと一軒家に向かっている途中です。そんな家ありましたっけ？前回ちょっと行ってきたあの家のことだと思うぜ。なるほど、あそこも立地はあんまり良くないと思いますよ。バカは高いところが好きとかなんとか。誰がバカよ。それで、なんで前回の村に行くんですか？それにはちゃんとした目的がありまして。ほうほう。これから道具とか装備を整えに行くんですよ。ああなるほど、村人と取引して道具を揃えるんですね。だから村に行くのか。でもさ、ブランチマイニングしてダイヤを集めれば装備くらい作れるけど、それはリスクが高いから不採用ね。一体なぜ？そもそもダイヤって地中のかなり深い地層を掘らないと出てこないじゃないですか。それがダイヤだからな。地中深くから掘り出すから価値があるんだ。そういうもんなのでしょうかね。でもこの辺りの地域は山岳バイオームが多め。つまり地下に古代都市が埋まってる可能性があるわ。古代都市、最近追加された構造物ですよね。怖いモンスターが出るって聞きましたよ。追加されたのは3年も前の話だ。3年を最近と思えるくらいの時間かちょっと痛いんだけど。こんなところにスイートベリーが。危ないから刈り取っておくわ。村人が引っかかったら大変だぜ。そうそれで古代都市の話なんですけど、ブランチマイニング中に探索するのは怖いから今回は村人との取引をするんですね。つまりビビリってことだな。安全第一です。そして映像では何か変なものを見つけたみたいですね。そうそう、あれは本当に最近追加された新しいバイオームよ。なんだあそこだけ雑巾みたいな色になってる森は。遠くから見るとダークオークに似てますね。あれはペールガーデンというバイオームよ。ガーデンということは何かの庭なのか？なかなか趣味の悪そうな庭ですね。あそこでは新しい素材が取れるから行ってみるわ。近くまで来てみたけど、なんかすごく不気味な感じね。この木、枯れてる木じゃないのか。多分枯れていないわ。こういう色なんでしょう。地面は苔で変なのが待ってるぜ。この木は葉っぱが落ちるんですね。そしてアップデが来たら全部の木から葉っぱが落ちるように。葉っぱというよりカビの胞子にも見えてくるな。あまり長くいる世界ではないのかもね。こんなところにいたら5分で灰が腐りそう。あと変な植物もありますよ。これは瞳草っていうのか。瞳草ってもっと綺麗な花だと思うんだけど、どうやらマイクラの瞳草は違う植物のようだな。ではこの原木を取ってみるわ。色が違うだけで他の木と大体同じ性質みたいですね。色あせた桜の木って感じのテクスチャね。なんか変なやつが出てきたんだけど。なんですかあれ、目が3つのお化け？あれはクリーキング。この森の妖精だと思うわ。見るからにヤバそうなやつだな。あいつは目をそらすと襲ってくるのよ。エンダーマンとは麻薬のモンスターってこと？でも朝になったら消えたな。なぜか夜しか出ないやつね。まあそんなことより木を集めていきますよ。ちょうどダークオークもあったから、ここで集めていくぜ。こっちはちゃんと緑の木で安心できますね。緑の植物は安心できる存在ね。緑色は安心安全な色だわ。あ、ちょっと待って。これが安心安全な緑のやつか。目立ちにくい色をしてるから安全なんでしょうね。こんなところに来られても困りますよ。油断するとすぐやってきますからね。ということで新しい木材を取ってきたので村に戻ってきました。お、畑なんか作ってどうしたんだ？まずはですね、ここに生活できる拠点を作ります。やっぱり最初の家は手放すんですね。いいえそんなことありません。まずやることなんですけど、ここに木を植えて植林をします。さっき取ってきた木を増やしていくんだな。じゃあ畑は何のために？それは単純に小麦からパンを作って食べるためよ。やっぱりここに住む気なんだな。まあそういうことになりそうね。そしてここに植林場を作るんですね。ちゃんと区画整理とかするのか。まあ一応ね、ここで植林して棒を作って村人に売りつける。これでエメラルドを稼いで取引をする計画ですね。出た、村人の経済を破壊する作戦。そんなこと言わないの。それじゃあここに木を植えていきまして、村人と取引していくわ。取引するのは矢細工の村人だぜ。頭に羽をつけてる人を見つけないと。この人ですね。今回は取引を簡単にするモッドを入れたからどんどん稼いでいくわ。なんだそんなモッド入れたのか。一体どんなモッドなんですか？それは取引リストの更新をワンクリックでできるモッド。アイテムを無限に取引できるモッド。取引のクリックを自動化して爆速でエメラルドに交換できるモッドの3つよ。うわぁこいつやりやがった。
村人の家計は崩壊しそうですね。あとはゲームバランスも。いつか取引の神様にたたられそうだな。何ですか取引の神様って。私が取引の神様。それじゃあエメラルドがいくらか集まったから取引していくわ。まずはこの道具火事から取引していくぜ。これを何度も繰り返して、最終的にはダイヤのアイテムを取引できるようにしていくんですね。その通り、だから最初は必要ない石のツールを買っていくわ。ここからはひたすら木こりと取引の繰り返しですね。今は石の斧で木こりするから時間がかかるけど、ダイヤならもっと早く作業できそうだな。そのためにはツールへのエンチャントも必要。だからエンチャントの本を売ってくれる司書も作る必要があるわ。なんか色々やることができて忙しくなりそうですね。この忙しさがマイクラの楽しいところよ。知らないけど。植林場に緑色のお友達がやってきましたよ。あいつまたやってきたのか。ちょっと邪魔だから消えてもらうわ。木の剣で戦おうなんて無謀じゃないですか？いやなんとかなるはず。さて、取引は順調に進んでもうすぐダイヤツールが取引できそうだぞ。レベルのゲージが上がったからいけそうですね。これでダイヤのアイテムが買えるようになるはず。ちゃんとダイヤのシャベルが買えるようになったな。なんか変なエンチャントがついていませんか？これはモッドによる一括破壊のエンチャントよ。ということはこれで木を一気に回収できるってことですね。シャベルなのに木を壊せるのか？そこは多分大丈夫なはず。じゃあ早速試してみましょう。これで一括破壊できたら一気に作業が進むな。どうやら問題ないようね。こんな感じで壊れるんですね。では引き続き木こりをしていくわ。ということで、道具火事の取引が全部できるようになりました。ちゃんとダイヤのツルハシが買えるようになっていますね。でも木こりに必要な斧はなかったな。多分斧はぶつかじが持ってそうだから今度はこの人と取引していくわ。そうか、じゃあ引き続き取引をやっていくぜ。まだまだエメラルド集めは続きそうですね。そしてあれから時間が経ってぶつかじから斧が買えるようになりました。ここまで来たらあとは剣を買えるようにするだけだな。クワもありますよ。クワはそんなに必要ないでしょ。そんなことありません。畑をたくさん耕すために必要ですよ。じゃあそれはまたの機会で。それとですね、取引で集めた鉄のツールはかまどで材料に戻しておいたわ。お、これで鉄もいくらか使えるようになったな。採掘で取るより少ないけど、あるとちょっと嬉しいようですね。ここまで来たらあとは司書から本を取引してエンチャントしていくわ。ここで一括破壊エンチャントをつけるんですか？そうそう、これで木こりを爆速化していきます。ダイヤを手に入れてから作業スピードがどんどん上がっていくな。見てくださいよこのスピード感。どれどれ。さすが一括破壊モッドですね。やっぱりこのサクサク感がいいんですよね。一括破壊は、ということで、この調子で防具火事からもダイヤを買えるようになりました。採掘をすることなくダイヤ防具まで手に入れてしまうなんて。じゃじゃん、これで防御もバッチリよ。木の剣持ってダイヤ装備ってなんか変だよな。そんなこと気にしたらダメよ。防御特化型のクラフターってことになりますね。それでは次は丸石製造機のために溶岩を探して取りに行きます。という予定なんですけど、ちょっとヤバいものを見つけてしまいました。なんだどうしたんだ。見てよ、この地図に映る大きな物体を。あ、これはもしかして。そう、もしかしたかもしれないんですよね。これは絶対にもしかしてますよ。仮にもしかしなかったとしても気になるわこれは。ちゃんと日本語で話そうぜ。ということで近くに行って正体を確かめます。これはもうあれだろ。森の洋館があるな。やっぱり森の洋館でしたね。まさかこんな近くにあるとは思わなかったわ。こんなことってあるんだな。スポーン地点から数千ブロック離れてるイメージだからびっくりしたわ。もしかしてやらせですか？いいえ決してそんなことはありません。せっかく見つけたんだからちょっと中を見てみようぜ。ちゃんと住人がいましたね。あの顔色の悪いおじさんは元気そうだな。この窓を突き破ったら襲ってくると思うとドキドキするわ。こっちではゾンビと仲良くしているようですね。意外とこんな近距離でゾンビを見ることってないよな。そうだね。それじゃ攻略は後にして次へ行くわ。それで何のために拠点から離れていたんでしたっけ？そうそう。マグマを集めて丸石製造機を作るためよ。マグマならあそこのネザーゲートで見つかりそうだな。よしよし、ここならマグマが取れそうね。実はさっき崖から流れるマグマを取ってきたんだけど、間違えて黒曜石にしちゃったんですよね。それはバカだ。でもそのおかげで森の洋館が見つかりましたよ。あんな近い距離にあったら遅かれ早かれ見つけそうだけどな。確かにそうだよね。ということで村に戻ってきました。なんか場面が飛びすぎてエンチャントしてますね。丸石製造機はどうしたんだ？ああ、それはもう作ったわ。録画データが消えたのは内緒です。あ、はい。ということで、司書から買ったエンチャントの本で斧を最強にしました。いつの間にかエンチャントが強くなってる。今回はエンチャントを強化するモッドを導入したのでね。この通り短時間で原木をこれだけ集めることができました。すごいなもうこれだけ集めたのか。エンチャントってすごいですね。効率強化10は最強よ。モッドでレベル上げしたんですね。だからこんなに早く進んでいるんだな。それでは資材も十分集まったので、これで建築をしていきます。どこに建築するんですか？前回作ったホラー穴のすぐ近くよ。なんだかんだあそこに住むってことになったんだな。そうなんですよね。ではここに穴を掘って第2の家を作ります。
結局ホラー穴じゃないか。そんなにホラー穴が好きなんですか？別に好きではないけど、最初に作ってしまったから後戻りできなくなった感じ。じゃあこのままこの地域はホラー穴ハウスで統一するのね。もうするしかないわ。じゃあ頑張って建築していくんだぜ。さてここからどうしよう。とりあえず内装を作ってみましょうか。それじゃダイヤを掘りに行くわ。なぜ今更ダイヤなんだ？私思ったんですよ。あの建築の内装にエンチャントテーブルを置きたいって。それでエンチャントテーブルに必要なダイヤを採掘しに行くんですね。今ならダイヤ装備だからモンスターが来ても平気よ。すみませんやっぱり無理です。まだ洞窟の入り口だぞ。もうちょっと頑張りましょうよ。やっぱりモンスターとお友達になるのは向いていないのかも。なので、地道に穴を掘って地下に行くとします。最初からこうした方が良かったですね。これならモンスターが出る心配がないぜ。まあこれも敵に遭遇したんですけどね。こんな綺麗にモンスターの上に落ちることあるんですね。なんかもう色々グダグダになってるわ。でもダイヤは見つけることができたから OK よ。ここまで長かった。なぜかダイヤを掘るまで1時間もかかったわ。見つかったんだしいいじゃないか。ということで、エンチャントテーブルの完成でございます。これが今回のメインの内装なんだな。そうですね。これでエンチャントルームを作っていきましょう。テーブルはどんな感じに設置するんでしょうか？これは部屋の隅にでも置いておけばいいと思うわ。昔のテレビみたいに。何その例え。ほら、昔のブラウン管テレビって部屋の角に置いていたじゃないですか。それは家庭によるとしか。イメージとしては某国民的アニメのお茶の間ですね。そうそうそんな感じ。確かにどの部屋もテレビは角に置いてあった気がするな。そしてマイクラではこんな感じに本棚を設置していきます。これ本棚の数は足りるのか？多分大丈夫だと思うわ。そしたら次は外装を作っていくわ。ホラー穴のはずなのにいつの間にか外に飛び出してる。こういう感じがいいんですよ。半分地下に食い込んだ家を目指すわ。まるで森の洋館みたいだな。確かに場所によっては地面に食い込んでいますね。確かにそうだけどイメージはちょっと違うわ。あれは生成の過程で無理やりめり込んだ感じでしょ。まあ確かにゲームの仕様上仕方ないよな。私の家は最初から地下の設計ですからね。無理やり地面に食い込んだ家も悪くないと思いますけどね。それではこのまま作っていくわ。ということで、エンチャントハウスが完成したので見ていきます。最初のホラー穴から道が続く感じなんですね。そうそう、ここからあの入り口に向かいますよ。今回から光源にランタンを採用したんだな。やっぱりランタンは使い勝手が良いですからね。これは秘書との取引で入手した感じですか？そうそうそんな感じ。そしてここから家の中に入れるんだな。中はこんな感じです。全体的に木材で温かみがある雰囲気ですね。床と柱は木材、天井と壁は石をそのまま使ってるわ。意外と悪くない雰囲気だぜ。そしてここでエンチャントの作業ができます。あとは絵画を飾ってみたわ。なぜ村人？てかこんな絵がマイクラにあったんですね。いつの間にかアップデートで追加されたみたいよ。そしてこちらは寝室兼倉庫になります。天井が低くて監獄みたいですね。そんなこと言わないの。こういう部屋から脱出するゲームがありそう。ここには適当にアイテムを保管する予定よ。そしてこの部屋を出るとまた絵が飾ってあります。なんか不気味な絵ですね。なんとなく適当に置いてみました。なんとなくで不気味な絵を置くな。怖いのでこっちに行きます。こっちはまた別の部屋ね。なんだこのスペースは。特に使い道を決めていない部屋よ。そしてここに新種の木材を使っているんですね。ペールオークの壁ですね。ここを抜けると外に出られるんだな。ここで綺麗な山の景色を楽しめますよ。いい景色ですね。山奥のホテルとかにありそうな景色。あとは、このスペースから外に出ることもできます。ここはちゃんとフェンスゲートをつけたんだな。やっぱりこの方が便利です。そして次は2階に行ってみます。へえ、こういう構造になっているのか。ここは下の階とほぼ同じ構造よ。構造的にはエンチャントルームが中2階って1になるんですかね。まあそんな感じ。こちらに行くと寝室があります。ここは結構狭い空間だな。こういう空間が好きな人はきっといるはず。この不気味な絵はなんとかしてほしいですけどね。絵がもっとマシならよかったぜ。では最後はこのベランダに行きます。ここも外に出られる場所なんですね。そうそう、ここからも山を見ることができますよ。だいぶギリギリな角度になってるけどな。そんなこと気にしたらダメです。ということで今回は、村人と取引して家を作ってみました。これからはこの家を拠点にする感じですか？まだね、これからしばらくは村とここを行き来する生活が続く予定です。一体どこが拠点になるのか。まあこの辺り一帯を拠点ってことにしましょうかね。ということで今回はここまで。それでは皆さん、焼き芋のレシピを教えてね。意味がわからないんですけど。